好きな人がいて頼りたいという気持ちがあっても、その人に頼らず自分で何でもやろうとしてしまう。34歳の女性からいただいたお悩みです。この人の症状ですね、お悩みは、タイトルにあるように、自分の好きな人が、男性がいて、その男性にもっと頼りたいと、甘えたいと思っても、つい自分で何でもやってしまう。で、昔から何でもできるようにしておかないといけないというふうにして、おそらくご両親から言われてたんでしょうね。で、そうだからだと思うと。どうしたらもっと好きな人に頼ったり、寄り添ったりできるか。できるでしょうかというお悩みです。自立して何でも自分でできるようにしておかなければいけない。あるいは人に頼らないで自分のことは自分でやる。特に、みんながみんなじゃないですけど、最近そういった女性ですよね。自分のことは自分でできるっていう、キャリアウーマン的な女性っていうものが、最近ではまた増えてきているように思います。で、それは、とってもいいことなんだと思うんですけど、そのことによって女性らしくないとかね、なんか男性にもっと甘えたいとか、そういう可愛い女性じゃないとやっぱりいけないんじゃないかというようなところの狭間で、自分で自分のことをちゃんと今ねどうなるかわからない時代なので自分でちゃんとお金も稼げて、自分のことは自分でできる自立した女性でありたいというのと同時に男性にもっと可愛がられたいとかね、頼られたいとか、そういった女性らしい、可愛らしい女の人でもいたい。で、そういうような二つの考えの間で、その狭間で、悩みというかね、自分はこんなんでいいのかなって、もっと女の人っぽくなりたいな、というふうに思われている方っていうのは意外に多いんじゃないかなと思います。すごくそういうことをやっぱり考えるっていう、この人真面目な人なんだろうなと思います。で、またそれ、恋愛の関係、男女の間でなくても、職場においてもね、ひょっとしたら、一生懸命人に迷惑をかけないようにというふうにして、頑張る人なのかなというふうにして、この方のことをね、想像するんですけれど、お釈迦さんの言葉で、私が非常に好きな言葉があるんですよ。好きな言葉というか考え方。実際言葉もそうですけど、それ何かって言ったら、お釈迦様は平等であるって言ったんです。人間はみんな平等なんだって言ったんですね。で、その平等っていうのが、私たちが普通考えるような、みんなね、素晴らしいものを持ってるんだとかね、すごく人間として命はみんな平等なんだとか、そういった意味での平等ではないんですよ。お釈迦様は何に対して人間は平等だって言ったかって言ったら、人間っていうのは等しく愚かだって言ったんですね。みんな社長さんも学校の校長先生も総理大臣も、お坊さんも一般の人たちももちろんみんなですね、みんな愚かさにおいて平等な人間であるということをおっしゃったんです。で、この方、本当に自分で自立して何でも自分のことは自分でできるようにというふうにして、それを自分に言い聞かせて育ってこられたんだと思うんですけれども、そこでね、問題を指摘したいと思います。今の自分のことは自分でやる。これとても大事ですし、今本当に激動の時代で、例えば結婚をして旦那さんがすごく大きな会社の社長さんで、お給料も非常に良くて、一見安定しているように見えても、それはもう人生の中でどうなるかわかりませんね。交通事故で死んでしまうかもしれないし、それから、突然お金がなくなってしまうかもしれない。なので、自分のことは自分でできるようにするって、自立した自分でありたいということは、いいことというよりも、もう基本ですよね。
もうそれは誰かにベタベタに最初から頼りにして頼って生きていこうということの方が甘いのであって、やっぱりそれは自分のことは自分で最低限やるということは当たり前なんですよね。で、それはそう思ってるってことは非常にいいことであるし、当たり前のことなんです。でも、問題点をその中で指摘しようと思うと、この方の中にですね、今この恋愛、彼氏との関係の中で、あるいはひょっとしたら結婚していらっしゃるのかもしれませんけれど、ご主人あるいは彼氏との関係の中で、自分がその人に頼ることができないというのは、昔から何でも自分でできるようにしてきなさいと言われ、自分でもそう心がけてきたからということではなくて、それはそう言ってるけど言い訳だと思うんですね。で、本当は、これお願いやってもらえる、これお願い手伝ってもらえるって頼むことが怖いんではないかと思うんです。それは、そうやってね、何かを頼んだり、頼ったりっていうことによって、結果、自分が、嫌われてしまうのが嫌だから。だから、それが怖くって、一生懸命自分で何でもできる。あるいは自分で自立した状態っていうものを保って、で、その人に頼ってもいいようなことも頼らないでいるんではないかなと思います。なので、自分が自分のことをちゃんとやる。そういうきちんとした女でありたいということが言い訳になって、この恋愛の場面でね。で、その人に対して、嫌われたくない。自分をだらしないところとか情けないところを見せたくないっていう、そういう嫌われたくないっていう気持ちが強くなって、で、そのような嫌われたくない、自分のことは自分でやらなければいけないという言葉でカモフラージュされた、その人に嫌われたくない、もっと深い関係になりたいのに、今一歩、その信頼関係を深めていくというところの領域に踏み込めない。ね、わがまま言えない。その他の可愛い女の子みたいに、これやってんとか、これやってん、ゴロニャンっていう、その甘えが自分の中でできないっていう。でも本当はそうしたい。というところで、自分の中で葛藤があるんじゃないかなというふうにして思います。ですから問題点、一つ目なんですけど、それは自立した自分っていうものを演出しながら、実は嫌われたくないと思っている自分がいる。で、問題点、あと2つ挙げつらわせていただくのであれば、2つ目は、何でも自分のことは自分でやるというふうにして思ってやってきたということがおごりになっている可能性もある。これ本当に職場でも家庭でも、恋愛においてもそうだと思うんですけど、何かをね、本当に一生懸命やろうとする。自分のより深く、より高いレベルでやろうと思ったときに、絶対自分一人だったらできないんですよね。どんなスーパーマンでも、10の力を持ったスーパーマンが一人で頑張るより、2の力を持った凡人が20人、30人集まった方が、大きいことができるし、より深みのあることができたり、より広がりのあることができたりするんですね。でも、自分のことは自分でやりなさいよって言われてると、その自立心がかえって低いレベルにとどまらせてしまう成果をですね、というようなことがあったりします。で、それって、自分のおごりになってるんですね。自分はできるっていう。から、ここはちょっと危険なとこだなと思います。家庭においても子育てにおいても、将来、この人がもし結婚していないのであれば、その彼氏と結婚したいと思っているのであれば、結婚してお子さんも設けるわけですけど、やっぱり子育てって大変な仕事だし、夫婦になって家庭を築くっていうのは簡単なことじゃないんです。やっぱり一人ではできないんですよね。だからこのまま行ったら当然幸せになれない可能性があるっていうことです。ですから自分のことは自分で、それは当たり前の前提であるんだけれども、
その自立した個人をもってしてもなおできない仕事、なお、それだけでは足りないから人間は家族を作って、社会を作って、仲間と一緒に何かを成し遂げていこうとするというところがあります。ですから、ぜひですね、ちょっと自分の問題として、自分は自分で自分のことは何でもやるっていうことが、素晴らしいことなんだけれども、これがおごりになってないかっていうところはちょっと顧みていただきたい。で、三つ目。これは、ちょっと、お坊さんというより一男です。私もね、男なんですよ。ね。で、男として女性を見たときに、やっぱり、男っていうのはね、本心は頼られたいんですよね。頼られたいんです。で、これ男のエゴなんですけど、男は、やっぱりどんな人でも、女性に甘えられたいっていう気持ちがあるわけです。自分も甘えたいっていう気持ちもあると同時に、自分も甘えられて、いい格好をしたいっていう、欲があります。それが真っ当な人間です。で、以上、自立しようと思っているという、この人の思いが、裏返してみれば、自分が嫌われたくない。そして、自分が何でもできるというようなおごりにつながっていくというような可能性と、それと男性の自尊心を傷つけてしまう。ね、本当は頼られたいのに、俺は頼りにならない男だなっていうふうにして思われてしまうっていう可能性があるんです。それは、そのちんけな小さな男のね、自尊心っていうものを満たしながら、女性は女性で男性に守ってもらいたいっていうような欲と欲の塊がカップルなわけですから、でそこを認めつつ、どうせなら可愛がられる女性でありたいというのは、そうあって、言って悪いことじゃないんです。お互いの需要がね、ちゃんといい関係でいいバランスで成り立てば、ね、可愛がられたい女性と頼られたい男性が、よりね、二人一緒になって、家庭を作っていく、あるいはカップルになってうまくいくっていうのは、悪いことじゃないんです。それが暴走しない限り。ということで、処方箋なんですが、何度も言いますが、人間は愚かなんです。お釈迦さんのおっしゃるように、等しく愚かです。なので、自分が嫌われたくない。自分のいいところだけを見てほしい。ね、そういうふうに思って、自分を守ろうとするというのが真っ当な人間です。でも、その自分が嫌われたくないというのも自分のまた欲だということをよく知っていただいて、そしてまた自分は何でもできるというおごりもまた観察して認めていただいて、その上でですね、私がお勧めするのは、もしお友達の子供でも、親戚の子供でもいいので、男の子がいらっしゃったら、男の子と遊んでみてほしいです。で、男の人の原型は、どんな大社長さんであっても、ハンサムボーイであっても、優秀な人であっても、バリバリ仕事をしている自立した男性であっても、男の原点っていうのは男の子にあります。男の子と遊んでみるとよくわかります。男の子って甘えん坊ですし、認められたいし、褒められたいし、ね、すごい、なんか小さいね、3歳、4歳、5歳の子であってもですね、お姉ちゃん、こういう風でやってもらったら嬉しいわーって、これ手伝ってもらってすごいね、力持ちね、とか、何々くん、すごいね、こんなんできるの、これ手伝って、とか言って喜んで手伝いますね。で、これが男の原点です。で、どんな立派な髭を生やしてても、どんな立派なスーツを着てても、どんなにですね、ビルの高いところで仕事をしていらっしゃっても、どんなにその、名誉な仕事についていらっしゃっても、男は男の原点というのは変わらないんですね。ですから、その男の根本的な欲求ですよね。女性に頼られたいとか、頼りにしてほしい、甘えられたいっていうような気持ち。で、そこをですね、男の愚かさとして、見て、で、その愚かさもですね、上手に女性がですね、認めて、そこを汲み取ってあげることによって、おそらく今の関係よりも一歩踏み込んだ関係になることができるんじゃないかなと思います。嫌われる覚悟で自分のプライドを捨てて、
男の人の欲っていうものを認めつつ、一歩今より深い関係になりたいのであれば踏み込んでみると。で、そして、自立した自分っていう基本は当然守りつつですね、これやってくれる、これやっていただける、ありがとう、助かった、そういったですね、言葉をかけながら関係というものを深めていく。これは今の彼氏、あるいは男性に限らず会社の中でも同じことが言えるでしょうし、親子の関係でも同じようなことが言えるでしょうし、自分っていうものが自分一人で完璧に生きられるというような存在ではないっていうことを素直に認めて、他の人と一緒にですね、倍のことを、より良い関係を築いていきつつ、より良いものを築いていこうとする人間関係の基本的なスタンスになってくると思います。ですからどうぞ、そのですね、自分のことは自分でというそのしっかり者、ね、頑張り屋さんっていうもののいいところは失わないようにしつつですね、他の人に頼ってみるということを、嫌われてもいいから頼ってみる。そして自分も、頼れる人間に、なっていく。そう思ってですね、彼氏との関係を深めていただければと思います。素敵な、ハッピーな恋愛をしていただければと思います。頑張ってください。